こんにちは、ミッキーです。今回は夏のアートアクアリウム13作品徹底解説というテーマです。銀座に広がる金魚と巡る日本の夏。ここは江戸の夏景色を光、水、音、そして生きた金魚で描き出すアートアクアリウム美術館銀座です。2026年の夏は銀座初登場の新作も加わり、金魚の世界がさらに大きく広がります。水槽の中で揺らめくのはただ美しいだけではない、一匹ごとに異なる姿と泳ぎを持つ金魚たち。ぜひ日本の夏らしさを感じつつ楽しんでみてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。今回ご紹介しますアートアクアリウム美術館は銀座三越の新館8階にあります。入り口は9階になっておりまして、そちらから入場します。会期は9月30日まで、ウェブチケットは少し安く購入できますので、事前の購入がおすすめです。さて、順々に魅力をご紹介。最初に登場しますのは手まりリウムです。日本の伝統的な手まりを思わせる丸い水槽が連なるこの空間。水槽の中を泳ぐ金魚は見る角度や光の当たり方によって全く違う表情を見せてくれます。丸みのある器の中では金魚の尾びれがふわりと広がり、水面に映る光までの模様が一部のようです。近づいてみると赤、白、黒といった色彩、鱗のきらめき、ヒレの細やかな動きまで楽しむことができます。空間全体を眺めるのも、お気に入りの一匹をじっくり追いかけるのもおすすめです。そんな手まりリウムを抜けて、まず目にできます大きなインスタレーションが金魚の石庭。日本庭園の枯山水を思わせる意匠と水の中をゆっくりと泳ぐ金魚が出会う作品。日本庭園から水、花、樹木を削ぎ落とし、岩や石だけで構成される石庭を金魚が泳ぐ水の塊として表現しています。そして空間には建築家隈研吾さんが手掛けた波のように流れる竹のインスタレーションが融合します。今年ご紹介しました高輪ゲートウェイシティの建築のように美しい空間がこちらには広がっています。華やかな光の演出に目を奪われがちな館内ですけれども、この作品には足を止めて見つめたくなる静けさがあります。金魚が緩やかに向きを変える瞬間、ヒレを広げて水の中にとどまる瞬間、水槽の中の余白まで一つの景色に見えてきます。竹とアクリルという異なる素材が繊細さと軽やかさを空間に添え、金魚の優雅な動きに呼応するような流れを生み出します。見る角度や光の変化によって表情が映るのもこの作品の魅力です。続いては新金魚品評。こちらのコーナーでは様々な金魚の魅力を一匹ずつじっくりと見比べたくなるようなエリアです。お子さん連れの方はこの新金魚品評の中で金魚について知識を深めていただいて自由研究にするのもいいかもしれません。華やかな演出の中に並ぶ水槽を前にしますと、金魚と呼べる生き物の姿がどれほど多彩かということに気づかされます。まず目を向けたいのは体の輪郭。丸みを帯びたもの、すっきりと伸びたもの、背中の線や頭の形に特徴があるもの。同じ水槽の中にいても体つきが異なれば泳ぐ時の印象も全く変わってきます。横から眺めると体の厚みや尾びれの広がりが見え、正面から見るとゆっくり近づいてくる表情も楽しめます。また特に注目したいのは色と模様。鮮やかな赤が印象的な金魚、白い部分が光を柔らかく受け止める金魚、
黒や複数の色が重なり、泳ぐたびに見え方が変わる金魚。光が水面で揺れるたび、鱗の一枚一枚がきらめき、同じ一匹でもほんの数秒前とは違う姿に見えてきます。金魚を見つめるときは、色だけではなくて、ヒレの動きにも注目してみてください。尾びれを大きく開いて進む姿。腕びれを細かく動かしてその場に留まる姿。他の金魚とすれ違い、ふわりと方向を変える姿。水の流れが見えない水槽の中でヒレだけが静かに、確かに動きを伝えています。また、一匹の金魚をしばらく追いかけていますと、こちらが見ていることを忘れてしまうほど自然な時間が流れ始めます。まるで夏の涼しい空間で味わうようなマインドフルネスのような感覚も味わうことができます。そして泳ぐ速度は一定ではありません。水面近くへ上がることもあれば、水槽の奥で他の金魚と並ぶこともあります。そんな偶然の動きが展示の景色を少しずつ変えていく様子も印象的でした。そしてこの展示コーナーの品評という言葉には違いを見つけ、それぞれの美しさを味わう楽しさもあります。形が整っているだけではなく、自分が心を惹かれる一匹を見つけることが大切です。また会場全体を一歩引いてみますと、その配置自体もアーティスティックに感じられる空間になっていますので、そういったよりから引きまでの全ての空間を堪能してみてほしいです。続いてはネオオイラン。ネオオイランはアートアクアリウムを代表するオイランシリーズの世界観を感じられる作品です。艶やかな光に包まれた水槽の中で金魚たちが緩やかに舞い泳ぎます。水槽を取り囲む色彩や反射は見る位置によって印象を変え、空間全体に華やかな奥行きを作ります。江戸の美意識を思わせるきらびやかさと現代的な光の演出が重なり合う空間です。華やかな色彩の中でも金魚のヒレの繊細な動きが印象を残し、壮麗な空間と小さな生命の繊細さを同時に感じられる作品です。続いては金魚の参道。水槽と光に導かれるように歩く通路では、進む先の景色が少しずつ変わっていきます。金魚を眺めながら歩く時間は賑やかな銀座にいることを忘れてしまうほど。足を止めて一つの水槽を見ると、次の瞬間には別の金魚が視界に入り、また新しい景色が生まれてくるのも印象的です。急がず目線を少し変えながら進むことで、参道を巡るような静かで特別な時間を楽しめます。続いては金魚屏風の間。こちらは新作になっています。テーマは金魚が描く江戸景色。日本古来の屏風絵や歌川国芳の浮世絵をコラージュした映像が屏風水槽を舞台に大きく映し出されます。高さ約2メートル、横幅約7メートルの屏風水槽を前にすると、金魚の動きと映像が一つの景色になっていきます。伝統的な題材を過去最大級の演出で楽しめる銀座初登場の大きな見どころです。続いては金魚の滝、そして金魚の石灯籠。水辺の景色を思わせる2つの作品が館内に庭園のような空気を作り出します。流れ落ちる水をイメージした演出と静かに佇む石灯籠。そこに金魚の動きと光の揺らぎが重なることで、眺める人それぞれに異なる夏の情景が生まれます。華やかな展示の合間に少し立ち止まり、水の気配と金魚の静かな動きを味わってみてほしいです。そんな水辺にいるような穏やかなひとときをこちらでは味わうことができます。続いては金魚の回廊。金魚の回廊を彩るのは数百のギヤマン風鈴です。職人が一つ一つ手作りで絵付けした風鈴が重なり、凛とした夏の空間を演出します。金魚を眺める視線の先で幾重もの風鈴が揺れる景色。水のきらめきと風鈴の透明感が重なり、日常を離れたような涼やかな時間が広がります。金魚だけではなくて、
風鈴の細部や光の反射にもぜひ目を向けてください。続いてはこちらも銀座初登場の江戸切子品評。伝統のカットグラスと優雅に泳ぐ金魚が出会います。職人の技が光る繊細なカットを通して水と光、金魚の動きが重なり、美しい光の芸術が生まれてくる様子です。続いては金魚収集。数多くの金魚を眺めながら一匹ずつの個性に出会うことができる金魚収集。冒頭では新金魚品評をご紹介しましたけれども、こちらでも色や模様だけでなくて体の丸み、ヒレの広がり、泳ぎ方にも違いがある金魚を一匹一匹眺めることができます。赤や白、黒といった色が水の中で緩やかに動き、それだけで一つの模様のように見えてきます。以前にポケパーク関東のご紹介をしています通り、個人的にはポケモンも結構好きなんですけども、おそらく土佐金とをイメージしたような金魚だったりとか、アズマオをイメージしたような金魚もいましたので、ぜひ確認していただいて、そういった想像を膨らませるのもいいかもしれません。それこそ途中でもご紹介しましたけれども、子供の自由研究の中で新しいポケモンを考えたり、他の水族館や動物園を訪問する中で、そういった想像力を膨らませるような体験をするのもいい体験になりそうです。そんな金魚収集ですけれども、収集という言葉が示すのは、たくさんのものを集めるだけではありません。違いを見つけ、好きなものを選び、その魅力を味わうことでもあります。ぜひ皆さんもお気に入りの金魚を見つけて、その一瞬を写真や動画に残してほしいです。続いては、花魁花舞。水槽作品、花魁が並ぶ空間を様々な花で埋め尽くした作品です。そんな花の演出を手掛けたのは、華道家、狩矢崎翔吾さん。和のテイストを中心にエレガントな色彩の花々が上から舞うように空間を彩ります。まるで花畑に迷い込んだような幸福感に満ちた幻想空間。金魚と華道が融合する優美で華やかな世界をご覧ください。そしてこちらは超花魁結び。銀座に初登場したアートアクアリウム史上最大級の巨大金魚鉢作品です。主水槽を16個の水槽が囲み、直径約 4.8 メートル、高さ約 2.5 メートルのスケールで鮮やかな光と音の演出が広がります。幻想的な江戸の世界観を圧倒的な大きさで体験してください。そんなアートアクアリウム美術館。出口付近にはミュージアムショップもあります。土佐金のぬいぐるみや金魚みくじなど、展示の余韻を持ち帰るアイテムもたくさん揃っています。そして最後こちらのフォトスポットでもぜひ記念写真を撮ってみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。教えてください。あなたの暑さ対策といったコーナーです。今回は普段カフェ巡り、グルメ巡りをご紹介しています銀座エリアから夏のアートアクアリウムをご紹介しました。銀座三越にありまして、立地もとてもいいですし、もちろん会場内は涼しいです。そして意外にも穴場的に使える空間でもあったので、お子さん連れはもちろんのこと、デートなどにもお勧めできるようなそんな空間でした。過去にも複数回銀座特集はしていますので、そちらでカフェも参考にしていただきつつ、銀座のアートアクアリウム体験をぜひこの夏にご体験してみてほしいです。そんな私の中での一つの暑さ対策、他にもたくさん処置はあると思うんですけども、皆さんの中でもおすすめがありましたらぜひ教えてほしいです。去年の動画でもご紹介しましたけれども、サングラスやハンディファン、日焼け止めなどは欠かせません。そういったアイテム的なおすすめ要素もぜひ教えてください。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムの方では最新の情報をお届けしていますので、そちらのチェックもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。